私に抱かれるよう言われたのか。私はここに座っておりますゆえ、あなた様はごゆるりとお休みあそばします。そなたを抱いて寝たら何とする。ちぎれるような寒風の吹き抜ける中を京四郎の孤独な影が行く。何の理由もない。強いて言うなら冬の最中凛然たる寒気の中に身をさらす生まれながらのねじくれた性格によるものである。やがて高崎の城下も間近い。言い残すことがあれば聞いてやろう。5000両狙ってくたばるなら盗人冥利につきまさ。もっともその5000両だって勘定奉行の井上伊織が金座からくすねた金、高崎の家老に言い含めてこっそり運ぶ途中なんだ。正体は同じ盗人。どこへ行く。何者だ。そなたと同じスロー人。ただし汚れた5000両の番犬などはせん。伊吹殿ではございませんか。例の者は勘定奉行様も数刻前ご到着になり、まだかまだかとお待ちかねでございます。伊吹とやらは道を変えた。あ、地獄へ送ってやった。
5000両は竹やぶに眠っている。井上伊織にそう伝えるがよい。貴殿は眠り京四郎。さんとおさやんが飛んで出たよ。もう一つおまけに恵比寿大黒どちらか当たればおまけが一本この紙に。こいつはまた安いみんな来てかいの。幼い命を奪った。許さん。もしお願い申し上げたい義がございます。私はたった今思いもかけぬ災難で相果てた子供の母親でございます。申し遅れましたが、元当藩旗奉行小松田龍次郎の妻伊勢でございます。夫は2年前に見まかり、残されたのは夫の父と一人子のあの子だけ。このままでは小松だけは廃絶に相なりまする。夫の父東左衛門はすでに70歳。あの子を小中の玉と慈しんでおりました。それをあのようなことで失ったとは私の口からはとても申せません。何とぞあなた様から事の次第をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。行きずりの私が話したところでテテ子が納得なさるとお思いか。一瞬のうちに3人をお切りになったあなた様のお手の内を話せば必ず敬意を抱くに相違ございませぬ。父は今でこそ立ち居に不自由はしておりますが、夫の生前には毎朝木立で立ち合わせ道草を叱りつけていた武芸一途の頑固者。何とぞご同道のほど。もしご同道いただけねとなれば、私は夫の墓前で自害するよりほかございません。参ろう。小松田東左衛門でござる。大切なお孫殿を無残な姿にしてしまった。その責任の一端は私にある。許されい。お手前は襲った3人を瞬く間に切り倒されたよし、よほどの天品をお持ちの上に修行を積まれたんでござろうな。裏街道をたどってきた無頼の剣とお思いいただきたい。いや、当藩にはお手前ほどの腕の者は一人もおりません。甚だ唐突ぶしつけながらお手前当家の入り婿になっていただけまいか。このままでは当小松だけは廃絶。お手前にこの伊勢を嫁にしていただき、小松だけを。ご老人、引
飛脚につきまとわれる男がどのような過去を持っているか私に家を継がせるなど途方もないことと申し上げる。渡り、ただいまのお願い取り下げ申す。せめて今宵の通夜をお務めいただけまいか。承知いたした。眠り殿、身勝手なお願い申し上げお引き止めしてまことに愛すまん。これからは孫とじいの差し向かい、お手前は夜の明けるまで離れでご休息なされ。申し訳ございません。父に言いつかったのでございます。私に抱かれるよう言われたのか。お許しくださいませ。私はここに座っておりますゆえ、あなた様はごゆるりとお休み遊ばします。そなたを抱いて寝たら何とする。これを命じたのはテテゴではあるまい。江戸勘定奉行より命を受けた当藩の家老であろう。小松田家を廃絶させぬと条件をつけた上で私に抱かれるよう命じた。私がそなたを抱いて眠りに落ちた時、私の命を奪う。私はせめて通夜をと頼んだテテゴの素朴な思いは素直に勝った。だがそなたが操を捨てて家を残そうとする心根は変えん。取りも直さずそなたの子供を殺した者に利用される。それではあの子の霊が浮かばれまい。2日後、寒気凛然たる薄い峠に京四郎の姿があった。戸を閉めるんだ。旦那、お願いがございます。あっしにその酒を一杯恵んでやっちゃいただけませんか。お願いします。ありがとうございます。
っしゃ安中の生まれの宗次郎と申すご覧の通りの武職者でございます。実は酒を恵んでいただきやすのは寒さしのぎだけじゃねえんで、これから土葬の子にちっとばかり度胸をつけていると存じやして、松井田の土場でイカ様を見破った時負けが込んでたもんでついカッとなって中棒も叩き切ったために追われておりやす。追い上げまで突っ走り足をかばってくれる親分がおりやすが、どうやらそこまでは逃げられそうもござんせん。どうもありがとう存じました。お願いついでにもう一つ旦那にお願いしていることはございます。この野郎を追い分けまで連れて行っちゃくださいますまいか。お侍様、お願い申します。死ぬ覚悟か。へえ、追っ手は20人以上も嫌がるにすごいね。どうせ助かるかありません。旦那、お願い申します。勝手についてくるがよい。ありがとう存じます。これで思い残すことはねえや。いいか宗吉、このお武家様の後をついていくんだぞ。来やがった。それじゃ旦那、お願い申します。東次郎がいたぞ。野郎逃がすんじゃねえぞ。野郎やだっこぜ。見えなくなっちまった。お侍さん、火燃やしましょうか。ヤクザを父に持てば父の気球に直面しても平気でいられるものか。京四郎の目にはこの男が別の世界に住んでいるように見えた。そなた父親のことが心配ではないのか。お父っつぁんは不死身じゃ。追い分けには誰がいる。おっかさんがいるのじゃ。でもおいらおっかさん嫌いじゃ。おじろうやってるし酒飲みだから。お父っつぁんヤクザだけどお父っつぁんのが好きじゃ。でもお侍さんはヤクザが嫌いじゃろうが。家があればゴミが出る。人間の中にもクズが出る。この私もクズの一人だ。何歳になる。19か20歳。本当の年を言え。お分かりでござったか。忍びか。戸倉山中に住まいつかまつる真田六連戦組の残党でござる。大阪夏の陣の敗戦の見入り、主君雪村様の遺言によりふるさと信州に落ち延び、戸倉山中にこもって忍びの術を伝えてまいりました。私は真田黒丸、28歳になります。雪村殿の旧家臣が御敵徳川幕府の手先になり下がったか。お許しくだされ。嫁はそこまでお見通しであろうとは。500キロの金に目がくらみ、けだものになり果てた。けだもの。殿の最後のお言葉にいかなることがあろうとも徳川家に随身しては相ならぬと固く禁じられたにもかかわらず、戸倉に住む一族37人が心中のどん底にあえぐのを見るに忍びず、500両あればとつい戒律を破って。
死んだところで恥は注げん。父親に化けた男も37人の一人か。いや、あれは勘定奉行井上よりの腹心の者。靴掛塾において首位を待ち受けており申す。500両は諦めねばならんな。とうに諦め申した。そなた、なぜ私を襲わなかった？隙はいくらでもあったはずだ。いや、隙はみじんもござらぬ。お手前様の神経は、それがしがほんのわずか殺意を起こした瞬間、即座に応ずるひらめきを示しておいででござった。不思議なことに身どもは今、お手前様についていくのが幸せとさえ思える。お手前様の家来にしていただきと存じます。忍びならば甘えぬことだ。それから1里半、靴掛塾は夜になっていた。エブリン殿、お泊まりならばこの店がよろしゅうござる。お待たせいたしました。まあまあ、ありがとうございます。お客様は黒丸様のお知り合いでいらっしゃいますか？では一つ浅間太夫を口説いてみましょう。口説く？はい。浅間太夫はお茶壺道中のお奉行様用で、並のお客とは枕を交わさないのでございます。年に一度の道中だけに蛇子女郎を独占しているのか？そりゃもうお手当は豪勢なものでございますし、お茶壺道中の日には街道の掃除は言うまでもなく、田畑を耕してはいけない、煮炊きの煙も出してはいけないなどと言われまして、宿場の者は往来にも出られないのでございます。呆れたものだ。でも宿場にはどっさりお金が転がり込みます。では旦那様、ちょっと太夫に耳打ちしてうんと言わせてまいりましょう。しばらくお待ちくださいまし。遅うなりまして。そなたも真田六連戦組の者が？はい。お恥ずかしゅう存じます。一族の暮らしを助けるためにお茶壺奉行の囲われ者になったのか？お酒持ってまいります。お燗がついておりますよ。
飲むか。申し訳ございませんが、お酒はいただけません。もうよい。酒は一人で飲むものと決めている。うますぎる話には裏がある。お両様、浅ましいお役目をお願いいたして申し訳ございません。黒丸殿、このお方はもう蘇生なさいませぬか。首通り意識はよみがえりません。このお方は悪い人でないように存じまする。お両様、背に腹は変えられません。まことこの御仁は生涯に一人会えるか会えぬほどの人物と存ずる。それほどまで思い込んだお方なら、どうしてこのような。お両様、あなた様もそれがしも戸倉に生まれ育つ間、ただの一粒さえ米を口にしたことはござったか。500両あればこの先5年は一族全体が飢餓の不安から免れまする。500両のためにはこの御仁に命を捨ててもらうより他はなかったのでござる。命まで奪わずとも他に手立ては。ありません。それがしを雇ったのは勘定奉行の井上伊織。眠り京四郎の死体を確認せぬ限り500両を渡してはくれません。眠り殿、お許しくだされ。黒丸殿、このお方計られることをあらかじめご存知だったのではありますまいか。まさかもし知っていたならば毒酒を飲むときに疑いを持つはずでございましょう。でもうますぎる話には裏があるとそうつぶやいておいででした。息は完全に絶えておりまする。黒丸様、用意ができましたぞえ。眠り殿、こらえてくだされ。お手前様を騙した結果になり申した。お手前様はおっしゃいました。忍びなら甘えぬことだ。その時それがしは補佐を決めたのでござる。しかし術をもって襲っても到底かなわぬことは火を見るより明らか。やむを得ず卑怯な手立てを用いてお手前様の命を取ってしまった。お許しくだされ。眠り殿、お両様はおっしゃいました。お手前様はそれがしたちの企みを看破しながらわざと企みに乗ったのではなかったか。そうじゃ、そうに違いない。眠り京四郎ともあろう御仁がそれがしごときの企みを見抜かぬはずはない。お手前様はお両様を見たときわざとこの黒丸目の企みに乗ってやろうと心に決められた。そうだったのじゃ。
けのうござる。お手前様のご厚志、さらな六連戦組37人、生涯心に刻んで忘却つかまつりませる。お両様、何をなされます。しなせん、お両様、何のゆかりもないあのお方を殺して生きてはいられぬ。お両様、今お両様が自害なってしまったら残った36人は一体どうなるのでございます。黒丸様が500両のお金で領主を売り出したのも、六連戦組37人が今まで通り戸倉の山の中でひっそりと暮らしたい、そう願えばこそでございます。それをお両様がいなくなってしまったら、あの500両は石ころ同然でございます。お両様、今は何事も目をおつぶり遊ばしてお願いでございます。ここでよし。よくしとれたな。はい、毒酒を飲ませてようやく。ご苦労だった。約束の金だ。引き取れ。お奉行様、お願いがござる。何事だ。この仏をそれがしの手で弔ってやりとう存じます。何、お前が弔う。はい、生まれて初めて人をあやめ申した。せめては葬らせてくだされ。どこに葬る。これより山頂ばかり山寄りに上がったところに清泉寺という古寺がござる。そこの墓地に埋めてやりと存じます。眠り殿、お手前様の終始求めです。申し訳ないが我慢してくだされ。命日には必ず栄光をつかまつる。何かご用でございますか。5年の言ったこと、それがしが眠り京四郎と共謀したとでもお疑いなされたか。それもある。仏を十分に確かめられるがよろしかろう。京四郎の死は何の疑いもない。それならば何故に。何をするつもりじゃ。眠り京四郎と同じ墓穴に入ってもらおう。
バカな。それがしは真田六連戦組の忍びの者。役目を果たした上は戸倉に戻る。今後お手前方とは一切無縁。何の妨げにもならぬ。その通り。妨げにはならんか。返してもらうものがある。貴様の懐の500両だ。何を言う。これは眠り京四郎を殺したらと約束の金。勘定奉行といえども500両もの大金、名もなき忍者にくれてやるなどもってのほかだ。何を今さら。この金は我らが一族37人が同盟をつなぐ金なのじゃ。おじきどもの生死など勘定奉行の知ったことではない。お前たちは最初から500両を餌に眠り京四郎を殺す魂胆だったのか。間抜けな忍者め、己の死ぬ穴を己の手で掘りおった。手間が省けても毛の幸いだ。そう、わしは死なぬぞ。消え。逃がすな。重い。この金を捨てろ。そうすれば逃げられる。いや捨てぬ。どんなことがあろうとこの金は捨てられん。死ねえ。わしは死なんぞ。貴様生きていたのか。500両は大丈夫。ほら、眠り様が守ってくださったのですよ。眠り殿が。生きておいででござったか。500両ばかりか、そなたの命を救ってくださったのも眠り様です。わしの命をお手前様が。殺したはずのお手前様がわしを救ってくださるとは、なんということじゃ。人間死ぬ時が来なければ死なん。信じられぬ。お手前様は確か息が絶えておられた。半時の間は確かに死んでいた。半時ほど。私の陰道には解毒剤が入っている。その上浅間太夫は毒を入れるのを加減した。違うか。万に一つ
息を吹き返すものならと儚い望みをかけました。お嬢様の切なる願いがきっと天に届いたのでございましょう。眠り殿、許してくだされ。わしはどうしても500両が欲しかったのじゃ。いいえ、謝らねばならぬのはあのお酒を差し上げたこの私です。謝ることはない。二人とも生きるためにやっただけだ。徳良へ帰ってやれ。30数人がどれほど待っているか。そうでございます。そうでございますともお嬢様。さあ一刻も早く身代金を返してみんなを喜ばせてやってくださいませ。さあお嬢様。そなた忍びにしては善良すぎる。今日限り忍びをやめることだ。お待ちくだされ。お願いでござる。わしとご一緒に徳良においでくだされ。1月26日は生村公生誕の日。毎年この日は真田6年生組の者は一人残らず夜の明けるまで飲み明かす習わしとなっております。眠り殿、一同になり代わりお願いつかまつる。暇は持て余しているが物好きではない。眠り様、眠り様、お願いでございます。せめて今宵一夜おとどまりくださりませ。このままお別れしたのでは私の気持ちがすみません。体で返礼するというのか。返礼などと。好きなのでございます。そなたの体についたお茶壺奉行の匂いが気に入らん。その匂いを消し去った後日また会う時があればそなたを。ただしその時まで私が生きていればだ。京四郎様、京四郎様。お嬢様、あのお方は人間ではない。我らは哀れとお示した雪村公が写しみのお姿となって皆を救ってくだされたのじゃ。京四郎様。京四郎に過去はない。しかも明日すらないのだ。ただ今日、ただ今だけがある。永劫に今日だけに生きてゆく男、それが眠り京四郎であった。雨が降る、風が吹く、花が散る、人の命も散ってゆく。
見知らぬ国の見知らぬ道を俺の孤独な影が行く好きな男がいるか？京四郎にかなわぬ思いを焦がす文字若には秘められた過去があった。次回眠り京四郎にご期待ください。